皆さんこんにちは、さやかです。皆さんもご存知の通り、日本とアメリカでは文化の違いが結構あります。日本にあるものがアメリカではなかったり、反対にアメリカにあるものが日本にはなかったりします。そしてこれは日本のディズニーでもアメリカのディズニーでも同じです。そこで今日のマークサヤロストインワールドでは、皆さんのアメリカディズニー旅行に備えて知っておくべき日本とアメリカで違うことを5つ紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。それではまず1つ目、ピントレーディング。カリフォルニアのディズニーランドとフロリダのディズニーワールドには東京ディズニーランドにはないピントレーディングというものが存在します。ピントレーディングは何かというと、アメリカのディズニーパークにはいろんな種類のピンが売られてるんですね。そしてこれらのピンを買ったり集めたり交換したりすることができるんです。そしてこのピンを他のゲストやキャストメンバーと交換することをピントレーディングと言います。ピントレーディングは東京ディズニーランドでは行われていないみたいなので、ピントレーディングについてはあまり馴染みがない人が多いと思うので、今からどうやってピントレードするのか、どこでピントレードできるのか、そしてこのピントレーディングのルールについて簡単に説明していきたいと思います。ピントレーディング用のピンはディズニーランドやディズニーワールドのいろいろなお店で買うことができ、キャストメンバーとのピントレーディングもお店の中で行われます。ピントレーディングをするには、まずお店の中でピンがついたストラップをつけているか、ピントレーディングのボードを持っているキャストメンバーを見つけます。そして彼らの持っているピンの中から自分の好きなものを選んで、それを自分の持っているピンの一つとトレード交換するだけです。もしピンを持っているキャストメンバーが見つからない場合は、チェックアウトのカウンターの下にピントレーディングのボードがある場合があるので、チェックアウトのところにいるキャストメンバーに聞いてみてください。ピントレーディングは年齢層にかかわらず誰でもすることができますが、中には子供とのみピントレードするキャストメンバーもいます。そしてこれらのキャストメンバーはディズニーランドではティール色、そしてディズニーワールドでは緑色のストラップをつけています。そしてピントレーディングは他のゲストともすることができますが、ゲストは必ず他のゲストとトレードしないといけないというわけではありません。例えばもし皆さんが誰かとトレードしたくても、皆さんの持っているピンの中にその相手が欲しいピンがなければトレードできないし、反対にもしトレードを頼まれても皆さんが欲しいピンがなければトレードはしなくて大丈夫です。しかしキャストメンバーはゲストにトレードを頼まれたら必ずトレードしないといけないので、キャストメンバーとのピントレーディングは一番確実に新しいピンをゲットできる方法です。そしていくつかのルールですが、トレードするピンは後ろにディズニー正規品であることを示すディズニーのロゴがあるもので、ダメージがなくトレードできるコンディションでないといけません。一度につき1個のピンをトレードできます。キャストメンバーとトレードする際は、キャストメンバーがすでに持っているものをオファーすることはできません。ネームピンはキャストメンバーとトレードできません。そしてピンをよく見るために他の人のピンやストラップを勝手に触ったりしないでください。もしピンをもう少し近くで見たい場合は、相手にピンをもう少し近くで見せてもらえるか聞いてください。ピントレーディングは楽しく他のゲストやキャストメンバーと交流するためのイベントなので、トレードする際はしっかりとルールを守って楽しんでください。そして次に会えるキャラクターです。日本とアメリカでは人気のキャラクターが違うので、それぞれのパークで会えるキャラクターも違ってきます。日本で会えるキャラクターにアメリカのパークでは会えなかったり、反対にアメリカの会えるキャラクターには日本で会えなかったりします。簡単な例えはダッフィーとフレンズです。東京ディズニーではダッフィーが大人気で、ダッフィーに会うことはできますが、北アメリカではどっちかというとクマのプーさんの方が人気があるクマなんです。なので今のところアメリカディズニーでダッフィーに会うことはできません。そしてですね、カリフォルニアディズニーとフロリダディズニーでも会えるキャラクターは違います。こうやってそれぞれのパークで会えるキャラクターは違ってくるので、もし旅行の予定があるなら皆さんの行くパークでどのキャラクターに会えるのかを事前にリサーチしておくことが大切です。ちなみにウォルト・ディズニーワールドとカリフォルニアのディズニーランドではアプリでそれぞれのパークでどのキャラクターに会えるのかを見ることができます。ディズニーランドの場合はディズニーランドアプリ、ウォルト・ディズニーワールドの場合はマイディズニーエクスペリエンスアプリを開いて地図を開きます。そうすると上の方にカテゴリーを選択できるところが見えるので、ここをクリックします。そしてキャラクターと書かれてあるところをクリックすると、どのキャラクターがどこでグリーティングをしているのかを見ることができます。
またここでショーリストと書かれたところをクリックすると全部のキャラクターのリストを見ることができます。それではここまででこのビデオを楽しんで見てくれているなら、このビデオにいいねをよろしくお願いします。それでは次に進んでいきたいと思います。3つ目の違いはモノレールです。東京ディズニーランドではモノレールは有料ですが、カリフォルニアのディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールドでは無料でモノレールに乗ることができます。しかしカリフォルニアのディズニーランドでモノレールに乗るのとウォルト・ディズニー・ワールドでモノレールに乗るのには大きな違いがあるので、今から説明していきたいと思います。ディズニーランドのモノレールはトゥモローランドにある駅とダウンタウンディズニーにある駅を行き来します。そしてトゥモローランドの駅はディズニーランドのパークの中にあるので、モノレールに乗るにはその日のパークチケットを持ってないといけません。しかしウォルト・ディズニー・ワールドではモノレールを含めた公共機関は全て誰でも無料で乗ることができます。なのでパークに入らなくてパークチケットを持っていない日でも無料のトランスポーテーションを使っていろんなウォルト・ディズニー・ワールドのリゾート巡りをすることもできます。またディズニーランドではモノレールの駅が2つしかなくてかなりシンプルですが、ウォルト・ディズニー・ワールドのモノレールには2つのルートと3つのラインがあり、モノレールの駅はマジックキングダム、コンテンポラリーリゾート、グランドフロリディアンリゾート、ポリネシアンビレッジリゾート、トランスポーテーション&ティケットセンターまたは TTC、 そしてエプコットにあります。もし皆さんがウォルト・ディズニー・ワールドのモノレールシステムについてもう少し詳しく知りたければ、私が以前投稿したディズニー・ワールドの公共機関についてのガイドをチェックしてみてください。それでは4つ目、チップです。アメリカにはチップの文化があることはほとんどの人は知ってると思うんですけど、どういうシチュエーションでいくらぐらいチップをすればいいかはあまり知らない人も結構いると思うので、今からアメリカディズニー旅行のチップシチュエーションを紹介していきたいと思います。まずはレストランでのチップです。もしクイックサービスレストランで食事をする場合はチップは必要ありません。ですがテーブルサービスレストランで食事をするならチップが必要です。そしてテーブルサービスレストランでのチップはお会計の 15% から 20% が目安になっています。またバーやラウンジで食べ物を頼んだり飲み物を頼んだりした際もテーブルサービスレストランと同様でお会計の 15% から 20% のチップをするのを忘れないようにしてください。そしてレストランによってはチップはすでにお会計に含まれている場合もあるので、二重でチップをしてしまわないようにチップがお会計に含まれているかどうかは常にダブルチェックをするようにしてください。ディズニーワールドのシンデレラズロイヤルテーブルとフピドゥミュージカルレビューではチップはもう値段に含まれています。そして6人以上のグループで食事をする際はだいたいチップはもうすでに皆さんのお会計に含まれているので、その場合はさらにチップをする必要はありません。そして次にトランスポーテーションでのチップです。ディズニーワールドの無料のトランスポーテーションを使う際はチップは必要ありません。しかしディズニーワールドの外のトランスポーテーションではチップが必要になる場合もあります。例えばディズニーワールドと空港間のバス移動でバスドライバーの方が皆さんの荷物を運んだりしてくれた際は数ドルチップをするのが基本です。またタクシーに乗った時は 15% を目安にチップをするようにしてください。そしてこれらのトランスポーテーションでのチップは現金で払います。そしてホテルでのチップですが、もし皆さんのホテルで荷物を部屋に運んでもらったりベルサービスといって荷物を預けてもらうサービスを使ったりした際は1つの荷物につき1ドルから2ドルチップをするようにしてください。そしてこれらのチップも現金で払います。次にマウスキーピングのチップです。ディズニーリゾートではハウスキーピングサービスはマウスキーピングと呼ばれます。そしてマウスキーピングのチップは1人1日につき1ドルから2ドルが目安になっています。しかしお部屋がかなり散らかっているならそれよりもう少し多めに払うようにしてください。そしてマウスキーピングのチップには現金が必要になります。そしてこれがキャストメンバーへのチップだということが分かりやすいところに置いておくようにしてください。ディズニーワールドではビビリブビリバティークという子供用のドレスアップサロンやリゾートのスパやサロンなどもありますが、これらのスパやサロンでサービスを受けた時もチップは必要になります。この場合はお会計の時に請求書の 15% から 20% をチップとして払うようにしてください。またテーマパークやリゾートでバレーパーキングを使ったら1日につき2ドルから5ドル現金でチップを払うようにしてください。チップはクレジットカードで払える場合もありますが、私が言っていた通り現金でないとチップが払えない場合もあるので必ず現金を用意しておくようにしてください。
それでは5つ目にホテルのアメニティです。そしてこの最後のこのホテルのアメニティというポイントには実は2つの違いがあるんです。まず1つ目にこのアメニティという言葉が何を指すかです。日本ではホテルとかで提供されるシャンプーとかソープとかそういうのをアメニティと呼びますが、北アメリカではこれらはアメニティでなくトイレトリーズと呼ばれます。そして北アメリカでアメニティという言葉は何を指すかというと、ホテルにあるプールとかフィットネスセンターとかそういういろんな、日本でいう施設ですねを北アメリカではアメニティと呼びます。これに言葉の違いがあるので、北アメリカに行く際はここの違いに気をつけておいてください。そして2つ目の違いに進んでいきますが、北アメリカのホテルでは通常歯ブラシやスリッパは提供されないです。日本のホテルでは歯ブラシとスリッパは提供されていることの方が多いと思うんですけど、これは北アメリカのホテルでは提供されないです。歯ブラシはどこのディズニーリゾートでもギフトショップとかに売ってるんですけど、そこで買う歯ブラシは多分普通の薬局で買う歯ブラシとかよりも高くなってると思うので、お金を少し節約するためにも日本から持ってくることを忘れないようにしてください。そしてスリッパなんですけど、私たちは普通に靴下でお部屋の中を歩き回ってます。なので皆さんが靴下でお部屋の中を歩き回るのが嫌じゃなければ靴下で歩き回っていいんですけど、でもスリッパがないのに抵抗がある方は日本からスリッパは持ってくるようにしてください。アメリカのホテルではスリッパは提供されてません。そしてですね、私たちは2月にウォルト・ディズニー・ワールドに旅行に行った時にディズニーのオールスター・ムービー・リゾートっていうリゾートに宿泊したんですね。そしてこのチャンネルにオールスター・ムービー・リゾートのリゾートツアーとかドルームツアーを載せてるので、もし皆さんがディズニーのバリューリゾートはどんな感じなのか興味があれば、その2つのビデオをディスクリプションに載せておくのでぜひチェックしてみてください。それでは今日はアメリカ旅行に備えて知っておくべき日本とアメリカの5つの違いについて紹介していきました。皆さんがこのビデオを楽しんで見てくれると嬉しいです。そしてこのビデオが少しでも参考になればビデオにいいねをよろしくお願いします。そして私たちはこのチャンネルでディズニーやユニバーサルについての情報を配信したり旅行のブログを配信したりしているので、もし皆さんが興味があればぜひマークサイロストインワールドにチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私たちが新しいビデオをアップした時にそれらを見逃さないようにこのチャンネルの通知もオンにしておいてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!